車線がこう通るでしょ。だからそう撃つと弾をたくさん使ってしまうでしょ。そうなるとハニーのお食事が。健介様のお食事ですか？でもお姉ちゃんもそれが一番有効だって言ってるよ。すずめさん、カラスさん、首を必死に横に振ってらっしゃいますが。行くのそのくらいでアヤナが抜けるなんて甘い考えなのです。だったらこっちはどうだ。ユウ、なんでございましょう。マリたちがどうやら修練をしているようだが。そのようですな。よも、この報告書の束に目を通していただければ、いつでも言っていただいて結構ですよ。これはユウの仕事であろう。実践するのはそれがしの役目ですが、承諾は公方様のお仕事だと何度ご説明すればお分かりいただけますかな。いた！健介様！さっき帰ってきたんですよ。私たちも今からお昼なんですけど、ご一緒してもいいですか？それじゃあ。いただきまーす。はい、今日は姫路州の人たちの当番でしたから。ああ、だから味が違うんだ。そうですね。ご飯も美味しいです。ヒヨは白いご飯があれば満足なんでしょ。当たり前だよ。なんでコロちゃんもケンスケ様もそこで笑うの？そこ笑うところじゃないよ。いや、明らかに笑うところでしょ。ね、ケンスケ様。もう、二人ともひどい。それよりケンスケ様、どうしてケンスケ様お一人でご飯食べてたんです？そうそう、こんなにお嫁さんがいるのに。大丈夫だと思いますけど。そうですよ。今はミク様の連絡待ちですから、急ぎの仕事もありませんし。手が離せなかったらちゃんと断りますから、声だけはかけてほしいです。そうですよ。健介様がお一人でご飯を食べてるところなんか見たら、なんで私たちを誘ってくれないのかなって寂しくなっちゃいます。
もそうなったら今日は私とヒヨがケンスケ様とご飯食べられなかったってことだよね。うわー、今のなしです。ケンスケ様はたくさん一人でご飯食べてください。一人のケンスケ様見たらすぐ私が駆けつけますから。はい、独り占めです。私は？コロちゃんはいてほしいから独り占めで。たくもうひよったら。それでミクさんはまだ見つからないんですか？せっかく頑張って春日山の情報も仕入れてきたのに、ここで時間がかかったら意味がないですよね。ケンスケ様でしたら頑張ったご褒美いただけませんか？聞きましたよ。この間ヒヨと2人で遊びに行ったんですよね。そうだよ。それは分かってます。お金じゃなくってくっついていいですか？ですよね。どうしようかな。ひよ冗談だよ、コロちゃん。ケンスケ様。ケンスケ様にくっつけること最近減っちゃいましたから。ケンスケ様、あったかいです。コロちゃんいいな。ケンスケ様。だってヒヨはこの間ケンスケ様と2人でお出かけしてたくさん可愛がってもらったじゃない。じゃあ口止める。しょうがないな。そっちだけだよ。ケンスケ様。ケンスケ様、コロちゃん、あったかい。私もあったかいです、ケンスケ様。そういえば春日山ってどうだったんですか、ケンスケ様。一人でだったの？そうだよ。ちょっとそんなの聞いてない。大活躍じゃない。そんなことないよ。聞きたーい。ヒヨ。ケンスケ様まで聞きたいですよね、ケンスケ様。
じゃちょっとだけですよ。身分は神付の国から流れてきた浪人ということにしました。ごめん。適当に食べられるものを頼む。ああ、神付から来たんだが。俺は武蔵に近いあたりの出だから連中とは訛りが違うんだよ。コラちゃん、俺なんて言ってるんだ。うるさいな。ちょっとくらい偉そうにしとかないとバカにされちゃうんだよ。あのあたりの連中も神付から。でちょうどよかったからその神付の人たちの近くに行ってなんとなくですけど長州の言葉を覚えたんです。ねえコロちゃん。まあそれはいいじゃない。健介様まで。だって気になるじゃない。聞かせてよ。笑わないでよ。笑わないよ。ねえ健介様。一回だけですからね。そうだんべ。そうだんべってねえ健介様。健介様まで。もうお話ししませんからね。ごめんコロちゃん、私ももう笑わないから。約束だよ。分かった、約束するよ。常習っぽくなるんだから仕方ないでしょ。で、紹介状もありましたし、ご飯を食べてすぐに城に向かったんですが。ああ、舞台の指揮から縄張り、台所奉行まで何でもしておりましたが、一番長く任されたのはオクラの管理にございます。ああ。推薦状もほとんど見ずに返されましたから、箕輪城で働いてたってところしか見てないくらいの勢いでしたよ。本当に人が足らなかったんだね。
そうだとも思うんだけど、なんだかんだで推薦状ってすごいんだねってびっくりしたよ。オワリやミノに仕官しようと思ってた頃はあんなに大変だったのに。そういえば健介様にお仕えできるようになったのもヒヨが健介隊にいてくれたからだしね。クロちゃん大丈夫？オクラの仕事は川波衆を率いていた頃も健介隊に入ってからも同じようなことをしてましたから、難しい仕事じゃありませんでした。同僚の人も上州出身だったので話を合わせるのが大変でしたけど、大体の仕事は野武士だった頃にしていましたから、それは別に何でも。さすがコロちゃんだね。蔵の中身は報告した通りだったんですけど、はい、お蔵入り同心は品を納めに来る座の皆さんの顔も直接目にする立場だったのですが、春日山の商人の人たちもミノみたいに元気を取り戻してくれればいいんですけど。難しいですね。それでどうなったの？しばらくいろいろ調査をして忍び込む日も少なくなってきたから、人質のお二人の場所も確認しておこうと思って。今は何日目なんです？でも私もその話聞いたことありますよ。ちょっと待って。どうしたの？コロちゃん、上州弁じゃない。そっち？同僚の人も上州出身って言ってたし、本当は上州弁で喋ってたんでしょ？だったらちゃんと再現してよ。嫌だよ。どうせまたヒヨも健介様も大笑いするんでしょ？しないしない。ねえ健介様。そうですか？じゃあ。今は何日目なん？けどな、俺もその噂聞いたことあんべえ。ヒヨ。何コロちゃん。
なんでそんなに肩をヒクヒクさせてるの？別にそんなことないよ。ケンスケ様もダメいいよごめん。でも真面目な顔でその喋り方反則。ケンスケ様もですよ。もういいです。助手弁はなし。お話もしません。わかりました。まったくもう。でも私もその話聞いたことありますよ。実際には見たんですけど。人質がいるんですか？お詳しいですね。なるほど。越前は危ないです。なんでも鬼が暴れてるとか。本当なんですよ。私は遠慮しときます。猿はなおのこといいです。それでその二人はどうなったの？その後必死に説得したんだけど、今度は駿河で一旗あげるって言い出して。けどそう考えると日の本に安全なところってどこにもないんですね。早くなんとかしなきゃいけませんね。けどその人たちはともかくうまくいってるじゃない。人質の場所も聞けたんでしょ？うん、先輩の言う通り蔵の隅でよくご飯食べてる人たちが人質の番をしてたから、差し入れを持って行ってちょっと教えてもらっちゃった。なんで失敗したの？場所も聞けたのでついでに2人のいるところを実際に確認しようと思ったんですけど、脱出経路も確認したし、もう人質を確かめたら普通に逃げればいいよね。すみません、道に迷っちゃって。はい、ありがとうございます。やっぱり普通に歩いてたら無理か。けどここからなら
人質のいる屋敷まで植え込みが続いてるはずだから。あと少しっと。あともうちょっと。聞いた話だとこの向こうに脱出経路は用意してあったから逃げるのは問題なかったんですが。コロちゃん上州弁で泣く猫でだってずーっと上州弁の真似しようって必死だったからつい出ちゃったんだってば。だよね。本当はさっきまでの場面もここで言ってないだけだ。全部ダメってうるさいな、もう。そういう健介様だって絶対笑うの我慢してるじゃないですか。にゃー、どん兵衛。健介様もヒヨも笑いすぎです。こんなに笑ったの久しぶりですよ。もう二人とも大嫌いです。健介様？そうですね。ねえ、健介様。もう風邪ひいちゃいますよ。じゃあギュッてしてください、健介様。なら私もしてください。そうしたらさっき笑ったこと許してあげます。